夢が必ず叶う秘訣は言葉にある。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は言葉の力を高めると夢は叶うについて解説していきます。言葉に宿る力を高めれば夢は必ず叶います。夢は言葉にして紙に書くと動き出します。言葉にすると実現し始めます。夢を言葉にして紙に書くことを実践して奇跡を起こした人はたくさんいます。今回は言葉の力を高めて夢を叶える方法を8個解説していきます。ぜひ参考にしてください。勉強になった人はいいねやコメントをください。1個目、言葉の力を高める法則。夢は言葉にして紙に書くと動き出します。あなたの叶えたい夢は何ですか？よかったらコメント欄で教えてください。夢を叶えられるかどうかは紙に書くのか書かないかで決まります。ただそれだけの違いしかないです。しかしいくら書いても夢が叶わない人がいます。それには4つの理由があります。夢を紙に書いても叶わない夢の特徴を4つ解説します。1つ目は具体的な言葉で書いていない場合です。2つ目は未来の状態ではなく今のあなたの視点で思考していることです。3つ目は具体的な情景やシーンがわからないことです。4つ目は感情が存在しないことです。つまり夢を紙に書いて叶えるためには視覚的情報だけでなく聴覚、味覚、感情などを詳しく想像することが大切です。これがないと言葉の力は目覚めず、あなたの夢は実現しないです。脳はデータをストーリーで保存します。事業で成功するときはなぜか具体的に分岐点となるシーンが具体的に浮かんできます。脳はストーリーを現実とみなします。脳は頭で想像したストーリー、いわゆる妄想やイメージと現実を区別できないです。あなたが夢で描くストーリーを現実とみなしています。ストーリーは感情とシーンで作られます。感情とシーンが加えられて、より明確になって長期的な夢を叶えられます。2個目、現実を作り出すセルフトーク。心理学者のルー・タイスは頭の中で繰り返されるセルフトークが現実を作ると言っています。セルフトークは心の中のあなたの口癖です。あなたが日常の不満を心の中で抱き続ければ、それが現実になりやすくなります。あなたが思っていることが現実になるってことです。常にイライラしている人はイライラすることがどんどん押し寄せてきます。あなたが繰り返し頭の中で思い浮かべている不満はどんな不満ですか？その不満を解決することであなたは成功につながります。成功する人はマイナスのことを思うことがないです。あなたが思っていることがあなたの現実に入ってきます。考えるのであればネガティブなことではなくポジティブなことを考えるようにしてください。3個目、やりたいことを見つける方法。心からやりたいことってありますか？ワクワクしてしょうがないことってありませんか？誰にだってきっと何かあるはずです。しかし、いざやりたいことを書き出してみようとすると、急に止まる人が多いです。あなたはやりたいことを書いてください。そう言われたらすぐに思いついて書くことができますか？よかったら僕の YouTube のコメント欄で書いてみてください。実際はやりたいことが思い浮かばない。本当にやりたいことが何かわからない。大きいやりたいことをどう実現したらいいのか方法がわからない。こういった悩みを持つ人は多いです。その理由っていうのは言葉にあります。僕たちは小さい時からこんな言葉で夢を潰されてきました。もう大きいんだからしっかりしなさい。親の言うことを聞きなさい。こういう言葉を言われ続けた人はわがままを言ってはいけない。我慢することが大事。自分にはできない。そう自分のことを思ってしまいます。そのため好きなことやワクワクすることを思い浮かべるのが苦手になります。やりたいことを書けば実現すると言われても難しい人もいます。そうなってしまったら自分に語りかける言葉を変えて脳を再設定しましょう。少しずつ小さいことを書き出していくことが大切です。いきなり大きい夢や未来を浮かべようと思ってもうまくはいかないです。
自分のやりたいことがわからなくてがっかりする人もきっといるはずです。それはワクワクの胃袋が空っぽになってしまっている証拠です。そんな時は身近なことや小さなこと、現在のワクワクを考えることが効果的です。どんな小さなワクワクでもいいです。やりたいことを書いてみましょう。何だって大丈夫です。どんな小さいことでもまず書き出してみましょう。すると次第にいろいろなことが思いついてきます。少しお金のかかることや時間のかかることが浮かんできます。そうしたら言葉を〇〇したいから断定的に〇〇する、または完了形〇〇したに変えてみましょう。まずはどんなことが今のあなたがワクワクすることなのか考えてみることです。ワクワクの胃袋を満たすと少し余裕ができて未来のことを考えられるようになります。4個目、ワクワクを叶えやすい状態にする。書いたワクワクを分類して叶えやすい状態に加工しましょう。ここで重要になってくるのはお金のかからないものとお金のかかるものの線引きです。あなたはいくらだと無理なく使えて、いくらだと負担に思いますか？大体の予算を書くのが大事です。また書き出したワクワクを具体化する方法もあります。あなたが書き出したワクワクをすること、所有すること、こうありたいに分けます。こうして分けてみると、本質的なものはこうありたいという自分の姿だと確認できます。本当のワクワクは何かすることだったり、何かを持つことではなく、こうありたいということが多いです。そして最後は実行計画を立てましょう。まずは体験したいことを挙げます。最初の行動、次の行動、その次の行動です。それからいつ、どこで、所要時間、予算、誰とやるのか、どんな感情を得られるのか考えていきましょう。夢を達成している人はここまで考えています。目標を小さく刻む力が目標に向かって行動を続けやすくします。その結果、夢を実現できるようになります。5個目、10年後の自分の操り方。あなたは自分の10年後をどうイメージしていますか？どんなことをイメージしたらいいのかわからない。きっとそんな人もいると思います。その場合はこう考えてみましょう。プラス10歳の自分がどのような状態だったら満たされていて、ポジティブで豊かで幸せなのかです。それはプラス10歳した時、周りにいる人や何をやっているのかという状態を具体的なシーンにして思い浮かべます。映画や小説のようにイメージしてください。この本の著者の渡辺さんは気づいていた時には叶っていた夢がいくつかあったそうです。紙に書いている時点から夢が叶っているシーンが浮かび上がり、それがすでに実現していました。未来の自分になりきってその状態を書くことが大切です。また言葉を聞いたり物を触ったりすると頭で理解する前に物事の本質が分かったりします。その結果、繰り返された言葉を無意識に体は信じて、それに基づいた行動をしてしまいます。つまり僕たちっていうのは自分の言葉だけでなく、聞いている言葉で現実が出来上がってしまいます。ポジティブ心理学の研究で発表されたこともあります。朝数分間ネガティブなニュースを見聞きするだけで一日の感情全体が影響を受けるという結果が分かっています。自分が何気なく発した言葉だけでなく、聞く言葉によっても僕たちの現実は出来上がります。つまり使う言葉を変えたり聞く言葉を変えるだけで現実は簡単に変わります。自分の夢をすでに叶えている人が使っている言葉を参考にしてください。それは師匠だったりメンターの言葉です。メンターとはあなたの指導者のことです。自分の夢をすでに叶えている先生、指導者、メンターに出会うことであなたの人生が変わります。自分のメンターに出会えることは成功の確率を大きく上げてくれます。なぜなら、すでにその夢を叶えている人だったら、いろいろなことを知っているからです。自分のモデルとなる人物に出会いましょう。現実世界には必ず師匠がいるものです。6個目、メンターに出会う方法。メンターに出会う方法はとてもシンプルです。それは出会えそうな場所に行くことです。これにつきます。
チャンスがありそうな場所に身を置くことで幸運をつかんだ人が今まで何人もいます。夢を叶える人はチャンスが訪れる場所にいる習慣があります。あなたも適切な場所に行って静かに待って近づいてくる幸運をつかめばいいです。現代はネットでもいくらでも出会える場所が見つかります。チャンスがありそうな場所に身を置きましょう。また他にもメンターの探し方があります。今回は3つお伝えします。1つ目は本を読むことです。まず大型の書店に足を運んで叶えたい夢のコーナーに行きます。次にそのカテゴリーの本を片っ端からめくってみます。そしてピンときた人があなたのメンター候補です。これは比較的簡単な方法です。それからメンター候補だと思った人をインターネットで調べてコンタクトを取ってみましょう。2つ目はセミナーや講演会や動画を見ることです。直接コンタクトを取らなくてもセミナーや講演会に行くのもいいです。最近はオンラインサロンも充実しています。費用が気になる場合は講演やセミナーの無料動画があれば見てみましょう。3つ目は身近な人に紹介してもらうことです。これはどういうメンターなのか具体的にイメージできている場合の方法です。案外知り合いがすでにあなたの夢を叶えていることもあります。また一度つながったメンターからさらに紹介してもらう方法もあります。7個目、メンターの成功の秘密。成功している人ほど持ち物や身につけているものに意味を持たせています。あなたがメンターに出会ったらまずは持ち物に注目しましょう。同じように優れた人の発する言葉、使う言葉にも意味があります。メンターの一言一言に夢を叶えるための力が高められた言葉が隠されています。僕たちは普段話している言葉によって思考が作られています。その思考で行動が決まります。普段あなたが使う言葉を変えれば思考が変わってきます。その結果、あなたの思考がメンターと同じ思考になります。その思考になれればメンターと同じように行動できます。真似ることは学ぶことです。そしてもう一つ大事なことがあります。それはメンターのわずかな仕草です。メンターの言葉、感情、仕草をあなたも身につけましょう。そして言葉の力を高めてください。成功している人たちも最初から成功したわけではないです。成功する前から自らの言葉をマネジメントすることが重要です。その言葉を使うとその言葉通りの人物になります。リズム、テンポ、言葉を真似するだけでも現実が少しずつ変わっていきます。8個目、過去に感謝する。言葉の力を高めると自分の本当にやりたかったことが見えてきます。それも未来の自分になりきって考えているからこそ浮かんできます。あなたが夢を叶えた時、一体どんな新世界が訪れているのか、たっぷりと思い描いてください。いつ夢を叶えたいのか、どんな場所にいたいのか、その時どんな感情なのか、どんな音が聞こえてくるのか、どんなものを食べているのか、細かく想像してください。しかし、いろいろな思いはあっても、言葉にするのが苦手な人もいます。そんな時は言語化するトレーニングをしてみましょう。まずあなたの夢に関係のある写真や動画を集めます。そして今度はその写真を言語化します。例えばあなたが家が欲しいとしましょう。欲しい家を探してください。欲しい家を動画で見つけてください。そしてその写真を印刷してそれを言葉にしましょう。ここで重要なのは白い家に住むそれだけではなくて、白い家で2階建てで屋根の裏に部屋がある、柱は何本で階段が何個あってと具体的に書くことです。もちろんその他にも住所だったり金額などを書いてもいいです。大事なのは欲しいものをただ探すだけで終わるのではなくて、欲しいものをしっかりと言語化することです。現在は未来に対して応援を送っています。すると過去から未来だった現在に対して応援を受けていることになります。そして未来からあなたが応援を受けるためには過去の執着を手放して感謝をすることが大切です。現在から過去へ感謝をすることで未来から現在へ感謝することになります。未来への応援、過去への感謝をしましょう。ありがとうと一言、あなたの過去に感謝しましょう。このありがとうの一言であなたの夢は大きく動き出します。解説は以上です。夢を叶えるには自分の力だけでなくメンター、
両親、ライバル、仲間のおかげで成り立っています。感謝の気持ちが言葉の力を高めて夢を叶える秘訣になります。ありがとうの一言から一緒に夢を叶えましょう。あなたの夢を言葉にしてください。そして真意を思い描いて夢を実現化させましょう。あなたの夢が本当に叶うことを願っています。今回の解説が勉強になったという人は、いいねやコメントをもらえると嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。